70年代の昭和レトロで素敵な服たち。この服を作るには原型なるものを作らなければ作れないってことか。原型？でも昭和の服作ってみたいな。ここはアメリカ。とても乾燥していて、今住んでいる地域は春夏といっても日がないところは結構涼しく、日が出ると暑いくらい。朝晩も気温差が大きいから薄手の羽織物が重宝する。でも一枚も持っていなかったから、こないだ早速薄手のジャケットを縫ったのだけれど、まだ足りない。もうあと2着くらい洗い替えも考えて作りたいな。この間はテーラードカラーのジャケットだったから、今回は襟なしでもう少しカジュアルに羽織れるのがいいかな。襟なしで素敵なジャケット。古い昭和の本なら素敵なのがたくさんありそうだ。昭和の本には私から見たら本当に素敵な服ばかりで、これが作れたらいいだろうなぁとは思うのだけれど、現代の実物大型紙に慣れている私にはこの設計図のような型紙が理解不能だ。お、過去に付箋つけてたこれ素敵だなぁ。襟なしだけどシュッとしててかっこいいね。カーディガンみたく軽く羽織れそう。どうやって作るんだろう。このページに作り方があるはず。ふむふむ。作り方は実にざっくりで、この型紙はどうやって起こすんだろう。全部数字が書いてあるわけじゃないし、囲み製図でもないんだよね。この下にうっすら写ってる土台、これがもしや原型というやつかな。原型をもとにこの数字に従って展開していく感じかな。原型難しそうだ。でもこれがないと昭和の服が作れない。それなら頑張って作ってみるか。まず原型とはっていうところから勉強だ。原型とは自分の体にぴったり合った服をデザインする前の土台で、それを型紙に起こしたもののことを言う。体の凹凸にフィットした型紙ってことだね。この原型をもとにダーツを取ってギャザーをつけたり、襟をつけたりして、この原型から展開してデザインして製図にしていくっていうことだね。
このやり方は日本独自のものなのか。原型も大きく分けて2種類あって、ドレメ式原型と分化式原型がある。2つの違いはざっくり言うと、体を採寸する箇所の数が違う。なんとなくドレメ式は分化式より測る場所が多いから、より自分にフィットした原型が作れそうな気がする。でも作るのはより大変そう。そうやって作った自分の原型を一度シーチングで仮縫いして、実際に着て合わないところがあったらまた補正するという流れで原型を作っていくということなんだね。なるほどね。大変そうだけど、一度作れば自分の体型が変わらない限りずっと使えるし、いつでも自分にフィットする服が作れる。手持ちの本でこういうのがあって、これに付属する実物大型紙がどうやら9号から15号までのサイズ別に原型を書き起こしてくれているみたいだ。でも人の体型は十人十色だから、サイズ別に分かれているこの原型も、自分のサイズが合わない箇所はフィットするよう補正する必要がある。でも一から書き起こすよりはハードルが低いから助かる。あれ？この原型の形、昭和の本に載ってる原型の形と違うな。昭和の本は薄くて見えにくいけど、前身頃の原型は脇の方に向かってクイッて上がっている形だけど、こっちはストーンとしてまっすぐだ。勝手に分化式と思ってたけど、この本の原型は違うのか？もう少し調査が必要だ。あ、そういうことか。わかった。分化式は旧分化式と新分化式っていうのがあって、新分化式は2000年代に入ってから現代の女性の体型に合わせて作られたみたい。ということはこれは新分化式かな？私の持ってる昭和の本の服は旧分化式を展開して製図するから、この新分化式の原型で作ったらおかしなことになっちゃうよね。ということは旧分化式で原型を作らなくっちゃ。ネットで旧分化式の原型をダウンロードすることができた。自分のサイズに近そうなものをダウンロードしたんだけれど、きっとそれ以外はサイズが合わないはず。とりあえず切って貼り合わせて、それから補正していこう。よし、貼り合わせられた。あとはいろいろなところを測って自分のサイズに補正していこう。自分のサイズはちゃんと体を採寸しなくちゃいけないのだけど、一人で正しく測れる自信はないから、とりあえず今まで作った服の型紙でフィットするものをあちこち測って、そのサイズを参考に補正していこう。
袖は新原型でも問題なさそうな感じだから、これをベースにして補正して袖の原型を作っていこう。私はバストが小さく腕周りが太い。だからバストに合わせると袖ぐりがどうしてもきつくなるから、袖ぐりを大きくした分袖山もその分大きく広げた。とりあえず原型ができた。いよいよ製図をしていこう。原型を土台にして、どこから始めよう。原型をこの指示通りに伸ばしたり縮めたり展開していこう。今はほとんどの洋裁本は各サイズの原型をあらかじめこうして展開して製図して、そして実物大に印刷して実物大型紙として売っているんだね。でも自分の原型を手に入れると、こうしてどんなデザインでも自分の体にフィットした服に作れるというのは画期的だ。不便のように見えるけど便利かもしれない。でも今回作った原型が自分にちゃんとフィットしているかは、これを作ってみないと何とも言えないね。完成版の原型ができるまで手間暇がかかりそうだね。ひとまずここまでできたのだけど、わからないところがある。一見ダーツっぽいけど、畳むと書いてある。確かにこの分、後ろ身ごろの脇と長さが合わない。出来上がりの写真もダーツはないよね。ダーツじゃないなら型紙を畳むのかな。でも型紙が立体的になっちゃう。これじゃダメだ。こんな時はネットが先生だ。昭和型紙畳む調査開始。ふむふむ。ほうほう。
畳むの謎が解けた。答えは、脇身ごろは型紙状で V 字に切って畳む。一方、前身ごろは型紙状では畳まないで、ダーツとして縫うが多分正解だ。確かによく見ると小さなダーツが縫われてるよね。よーし、やっと裁断できる。シャツみたいな軽い羽織にしたいから、このダブルガーゼで縫おう。素敵なリネンでも作ってみたいけど、原型がどんな具合か試す意味もあるから、今回はとりあえず家にあったガーゼ生地で作ろう。アイロンで芯を貼る前に、見返しに芯を中表で縫い付けていこう。いよいよ縫い合わせていこう。